こんにちは。大工の翔也です。今回は天井ですね。そして和室とダイニングキッチンの間にムメを一丁入れて、そして天井を張っていきます。自分らの方では荒壁っていうんですけども、土壁ですね。これ40年前、自分が26ですか。その時にこの壁は竹下地からやりました。いろんなことできる人とね、2人でね、竹下地編んで、そして家族親戚中寄ってもらってね、土壁を塗ったもんです。でも土壁っていいんですよ。湿気も吸ってくれますし、少々の雨漏りも吸ってくれます。ただ隙間ができるってことですよね。外壁に防水シートが貼ってない、その自分にはもう防水シートありませんでしたから、やはり透けばそのまんま下見たから風が入ってきてしまう。昔の家はこんな形でしたね。土壁の隙間にはね、今はいいもんがありましてね、ウレタンで隙間を蓋します。細く拭いてやれば、だいたい体積2倍から3倍になって、最初は泡で出るんですけども、きちっとスポンジになって硬くなってくれる便利なもんができたもんですね。マグサに売ってある矢ですね、花線っていうんですけども、それもこの際ですからきちっと打ち進めておきます。それではダイニングキッチンと和室の間ですね、2部屋の天井がもう今度全く違うものになりますから、壁を抜いた空間をね、なんとか目立たないように収めていきます。40年もの焼けて汚れた材料ですから、それに合う材料はやはり杉の赤身ですね。杉の赤身でもそんなに色はいい色じゃなくても結構焼けた柱には合ってくれます。間にね、ムメを入れて鴨居みたいな形ですね。これを和室の回り縁にピタッとひっつけて入れてきます。そしてそれにダイニングキッチンの方の天井をポンと当てるようにして収めていきたいと思います。このようにね、天井いっぱいに入れていくようなムメは芋付けで入れてきます。芋付けって保存を入れないことですね。両方スポンと切るだけです。どうしてもリフォーム改造の方が癖はありますけども、新築でもリフォームでも、拾うのは同じですから、癖を拾って、そして両方から流し込むようにして入れてきます。そして今回の場合は二重回り縁の上から長めのビスで一度に染めることができましたね。というのは、この昔の建物は今と違って階高が高かったですね。階高というのは2階までの胴出しまでの高さです。天井の高さじゃありません。胴出しまでが3メーターの柱を目いっぱい使って建物は建ってます。ですから今の建物に比べて20センチぐらいは高かったですね。高さが高かったことで、上からビスが揉めました。これもう目いっぱいぐらいでしたらビスも揉めませんしね、揉めにくかったと思いますけどもね。おお、だいぶ悪いな。せっかくこの骨組みが出てきたんですからね、長ほどの鼻線とか火打ちのボルトとかね、なかなか羽子板とかそういうのは使ってないからもう無理なんですけども、締め直しの効く鼻線とボルトは締め直しておきます。そして天井の下地をしていきます。天井の高さを決めるのにね、先ほど入れたムメの上刃ぐらいで下地をしていきたいと思います。ボードを貼ってしっくり仕上げにしようかなと思ってるんですけども、違和感のないこのムメを1寸ぐらい見せて収まればいいかな。それぐらいの高さでやっていきます。
今の天井と違ってね、昔の家ほど天井は高かったですね。もう今は2400、どうやらすると2350っていう天井もありますからね。やっぱり天井の高いのは開放感があって自分は好きですけどね。天井の下地はいつもなんですけども、この40角の縁だけで組んでいきます。30センチ間隔で一方方向に流してやって、そしてその上に900ピッチでステージを入れていきます。この家の天井裏を見て、思い出すんですけども、胴出しが西側だけむちゃくちゃに汚れてますよね。これはこの家7月に建てて正月前まで取っておいたんですね。その間にね、確か台風を2回ぐらい直撃受けましてね、この2階の荒壁が西側だけ落ちたんですね。その時にこの汚れた土が胴出しにそのまま残ってます。掃除もせんとね、天井張ったんですね。こんなん見ますとね、本当にこの若い自分に自分が一人でして何もかもそんだけ手が回らなかったっていうのもあるんですけども、こんな自分いろんな面で大変やったことを思い出しますね。900ピッチのステージの間に断熱材を引いていきます。100のグラスウールなんですけども、ちょうどこの300のの縁の上に乗りますしね、このステージの間にも入ります。グラスウールはこういう後からする天井断熱に壁でも同じようなもんなんですけども、便利な使いやすい断熱材ですね。でもね、1部屋だけとか2部屋だけとかのリフォームの場合はできる限りのこの断熱材は入れてするんですけども、家一見するんではないですから、新築のような効果は出にくいっていうのが現状なんですけどね。これで断熱材が入ったんでボード貼ってきます。9ミリボード貼って、その上に漆喰で仕上げてもらいます。どんどんええ人だな。若い人はね、片手でこのボードポッと持って片手でビスもんで、自分はこの天井ボード貼るのは苦手ですね。お助け棒がなかったらよう貼りませんね。今はね、こういう風にいいビス打ち機もありますしね、ビスで留めますけども、昔はね、一時期このプラスチックの釘が流行ったんですね。プラスチックの釘でボードを留めましたね。それとクロス下地ですとボードを貼らなかった時代がありますね。600の2400のプリント合板の下地ですね。それのいいとこは針が効いたんですね。特に子供部屋とかね、細いピンでこういう目元を留めてましたね。でももうすぐこのボードに変わって、とにかくボードの一番いいとこはアクが出ない、糊の引きが均一に仕上がる、そして何より安いってことですね。自分の下地は300ピッチで流した下地ですから、長手の継ぎ手には下地は入ってないってことですね。ですから長手の方向の継ぎ手には必ずボンドを入れます。そうすることで1枚になるってことですね。クラック等のトラブルは起きにくくなりますね。これで入っていなかった断熱材も入って天井が張れました。和室との取り合いも収まりました。次回はこの壁をやっていきます。以上、大工の白井でした。